鏡に映る男は、25歳の若さを保っていた。肌は陶器のように滑らかで、瞳には曇り一つない。だが、その奥にある意識、私、という名のデータは、すでにこの世界に300年以上も居座り続けている。適合率、99.8%。精神摩耗、メンタル、ウェア、なし。素晴らしい状態です、ハルさん。白衣を着た技師が、ホログラムの数値を満足げになぞった。ここは、ライフエクステンション社のメンテナンスルーム。50年に一度、私たちは古くなった擬態、シェル、を捨て、新品の合成生体に魂のデータを移し替える。これを、転生、と呼ぶ。ありがとう。でも、最近少し気になることがあるんだ。私は新しい喉の感触を確かめながら言った。音楽を聴いても、美しいと感じない。悲しいニュースを見ても、涙が出ない。感情の回路が焼き切れているような感覚がある。技師は困ったように微笑み、肩をすくめた。それは、飽和、ですよ、ハルさん。3世紀も生きれば、脳はあらゆるパターンの刺激を経験し尽くしてしまいます。悲しみも喜びも、過去のデータの再放送に過ぎなくなる。しょうがないことです。それが、永遠を手に入れた代償ですから。しょうがないこと。か。私はクリニックを出て、完全管理された街を歩いた。空はドームに覆われ、天気は常に快適な晴れに固定されている。街行く人々は皆、美しく、若く、そしてどこか死んだ魚のような目をしていた。誰も死なない世界。病気も老いも克服された理想郷。ここでは、子供の姿を見ることはない。不老不死が確立された初期、人々は歓喜した。だがすぐに気づいたのだ。無限の寿命を持つ自分たちがリソースを食い続ける限り、新しい命を生み出すことは無駄であり、地球環境への加害であると。つまり、私たちは、自分という種を保存するために、繁殖を捨てたのだ。ふと、路地裏から奇妙な音が聞こえた。規則的な電子音ではない。不協和音だ。咳込むような、あるいは笑うような、有機的な声。私は吸い寄せられるように路地へ入った。そこには、灰色のパーカーを着た女が一人、しゃがみ込んでいた。彼女の腕の中には、小さな、それ、がいた。赤ん坊だ。数十年ぶりに見る、本物の人間の子供。合成皮膚の完璧な白さとは違う、赤みを帯びた頼りない肌。その子は私を見ると、顔をくしゃくしゃにして泣き出した。珍しいでしょう？女が顔を上げた。その目には、私たちがとうに失った熱があった。通報しますか？未登録の生体保持違反で。いや。私は首を横に振った。ただ、驚いただけだ。なぜ今更、こんな面倒なことを？君も擬態を更新すれば、永遠に生きられるのに。女は赤ん坊をあやしながら、挑発的に微笑んだ。永遠？あなたはそれを永遠と呼ぶの？それはただの、虚無、よ。彼女の名はミと言った。都市の地下深く、かつての地下網を利用した居住区に、彼女たちのコミュニティはあった。彼らは世間からリベラル派、あるいは循環主義者、と呼ばれ、忌み嫌われていた。彼らは不老不死を拒否し、旧時代のように子供を産み、育てているという噂だった。だが、事実は少し違っていた。私たちは、ただ原始的な出産に戻ったわけじゃない。皆は薄暗いラボのような部屋で私に語った。部屋の奥には、カプセルに入った数人の赤ん坊が眠っている。その頭部には、無数の極細ケーブルが接続されていた。見て。この子たちの脳には、今まさに先代たちの魂、粒子がインストールされているの。私は息を飲んだ。魂のコピー。我々の転生、と同じじゃないか。違うわ。皆は強く否定した。あなたたちの転生は、一人の人格をそのまま保存し続けること。劣化しないように、変化しないように、冷凍保存するだけ。でも私たちは違う。複数の志願者の魂を分解し、経験や知識という資産だけを抽出して、この新しい真っ白な赤ん坊に混ぜ合わせるの。彼女はモニターを指さした。そこには複雑な波形が混ざり合い、新しい色を生み出している。私の父も、先週、解体されたわ。父の70年の経験は、数学的才能や、愛した風景の記憶といった断片になって、これから生まれる3人の子供たちに分配された。
父という子は消えたけれど、父の魂はより新鮮で柔軟な赤ん坊の中で、新しい組み合わせとなって進化する。私は戦慄した。それは、死だ。君の父親は死んだんだ。死んだわ。だからこそ、進化できるのよ。皆は私の胸に指を突きつけた。あなたのその心、300年前と比べて、何か一つでも新しい概念を生み出した？ただ記憶の倉庫を守っているだけじゃない？器を変えても中身が同じなら、それは人類という種にとっては、停止、と同じよ。反論しようとして、言葉が詰まった。図星だったからだ。私は300年間、賢くなったつもりでいた。だが実際は、過去のパターンの組み合わせで日々を処理しているに過ぎない。昨日食べた食事の味も、100年前に別れた恋人の顔も、データとしては残っているが、そこに、震え、はない。私の魂は、静かに腐っているのだ。私たちは、魂を所有、するのをやめたの。皆は眠る赤ん坊の方に触れた。魂は次世代へ託すための種火。燃え尽きる前に新しい焚き火に移さないと、火そのものが消えてしまう。あなたも、本当は気づいているんでしょう？自分がもう、生きていないことに。地上に戻った私は、自分の部屋で呆然と過ごした。完璧な空調、完璧な防音。この部屋はまるで、豪華な棺桶だ。私は端末を起動し、自分の思考ログを解析にかけてみた。AI が出した答えは残酷なものだった。過去50年間の発言、思考パターンにおける新規性、0.03%。私は愕然とした。私は50年間、ほぼ同じことしか考えていなかったのだ。新しい本を読み、新しい映画を見ても、感想は全て過去のデータベースからの引用でしかなかった。技師が言っていた方は、それは、魂の寿命だったのだ。このまま400年、500年と生き続ければ、私は完全に自動応答するだけの有機コンピューターになり下がるだろう。父という子は消えたけれど、魂は進化する。皆の言葉がリフレインする。彼女たちリベラル派は、技術を否定しているわけではない。むしろ、最新の技術を使って、魂の誘導性を高めようとしている。一人の人間が永遠に椅子を占領するのではなく、その席を譲り、自分の経験を次の世代に託して去る。それが、彼女たちの選択なのだ。私は窓の外を見た。変わらない風景。変わらない私。恐怖があった。自分が消えることへの、本能的な恐怖。だが、それ以上に強い感情が、300年ぶりに私の胸の奥でうずいた。それは退屈への激しい嫌悪、であり、未知なるものへの飢え、だった。1週間後、私は再び地下の居住区を訪れた。手には、私の全人生を記録したメモリチップを握りしめていた。戻ってきたのね。皆は驚く様子もなく、私を迎えた。私の、300年分のデータだ。私はチップを差し出した。ここには、旧時代の建築技術や、今は失われた言語の知識、数えきれないほどの失敗の記録が入っている。これを、提供したい。皆はチップを受け取らず、私の目を見つめた。提供するということは、あなた自身は解体されるということよ。春という人格は消滅し、ただの知識の断片として、次の世代の誰かの才能の一部になる。二度と、私という意識を持って目覚めることはない？それでもいいの？構わない。不思議と、声は震えなかった。このまま永遠に同じ円を回り続けるより、螺旋階段を一段でも登りたいんだ。たとえそれが、私の足でなくても。私はメンテナンスルームの椅子に座った。頭上に無数のセンサーが降りてくる。皆が操作盤に向かう。あなたの魂のデータ、解析したわ。驚くほど高純度な好奇心のパラメータが残っている。きっと、素晴らしい子が育つわ。そうか。それは、よかった。意識が薄れていく。かつて経験した転生の眠りとは違う。これは、戻ってくることのない深い闇へのダイブだ。だが、怖くはなかった。私の300年は無駄ではなかった。それは、これから生まれる新しい命の中で、形を変えていき続ける。ある時は科学者のひらめきとして、ある時は画家の色彩感覚として。私は溶けていく。固定された私という檻が外れ、大きな川の流れに混ざり合っていく感覚。ああ、
これだ。私がずっと求めていた、本当の変化は、視界がホワイトアウトする直前、私は確かに聞いた気がした。産声を。私の終わりと同時に始まる、世界を更新する新しい未来の誕生を。